さあ皆様お待たせいたしました。午後1時になりましたので、ただいまからこの紀の国のステージ、和歌山ステージの方で、トークショーを始めさせていただきます。1時からのトークショーは和歌山大爆笑の皆さんによりますトークショーになります。和歌山と言いますと世界に誇る、丸編みの産地でございまして、和歌山ニットの魅力とそしてアパレル産業の課題と未来について、ニッター、糸メーカー、そしてメディアの立場で語ってくれるということなんです。さあそれでは初めに、本日のトークショーを行っていただきます皆さんをご紹介いたしますので、皆様拍手でお迎えいただきましょう。お入りいただきます。まずはスパイバー株式会社バイスプレジデントアパレルプロダクトセールス部門の鈴木様です。鈴木さんどうぞお入りください。はい、どうぞ、お席の方にお立ちください。ちょっと狭くてごめんなさい。さあ続きましては株式会社世界文化社ビギングローバル戦略部の本田様です。本田さんどうぞありがとうございます。そして最後に登場いただきますのはミックテキスタイル株式会社のムクダイ様です。どうぞ。はいということでとっても若手の皆さんなんですが、3人で、大爆笑ということで和歌山大爆笑です。こちらの方に字も出ておりますが、なんだそりゃって今ハテナがたくさん皆さんの頭の中に浮かんでいらっしゃると思いますので、そのあたりの秘密もこの後トークショーの方で明らかにしていただきたいと思います。さあそれではよろしくお願いいたします。じゃあちょっと着席させていただいて、トークイベントの方やらせていただきます。じゃあまずちょっと、我々の自己紹介から、させていただければと思います。はい、じゃあちょっと、改めまして、簡単な自己紹介、スパイバーの鈴木さんからお願いします。はい、はじめまして、スパイバー株式会社の鈴木と申します。スパイバーは、バイオ技術を使って、タンパク質素材を作る原子メーカーです。長きにわたって研究開発を続けてきた会社なんですけれども、この度、量産工場の稼働に伴い事業開発を行うべく、私が、営業と事業開発を行っております。どうぞよろしくお願いします。お願いします。次、ニッターの代表のミックテキスタイルムクダイさんお願いします。はい、はじめまして、ミックテキスタイルのムクダイと申します。私たちは、ニッターと呼ばれる、T シャツとか、あとパーカーとかに使われる生地の編み立てを行っている会社の、ものです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、私がですね、株式会社世界文化社の、雑誌の、ビギンなどを手掛けております、世界文化社の、グローバル戦略部というところにおりますビギン、本田と申します。2021年に和歌山のニッターさんとですね、この和歌山大爆笑という、和歌山のメリヤスを世界に発信するプロジェクトを一緒に立ち上げまして、一緒にやらせていただいているご縁で今日ちょっとこちらにもお邪魔させていただいております。はい、じゃあ早速ちょっと今日の内容に入っていきたいと思います。はい、ちょっとこれ追ってちょっと喋るんですけれども、まず和歌山大爆笑って何ですかっていうところからちょっと説明したいと思います。向大さんちょっといいですか和歌山大爆笑ちょっと簡単に。まず和歌山のこのニットの産業のことを、莫大賞と書いて、メディアスと読み方をするんです。これを、今大と、莫が逆になってるんですけど、その、メディアスを、少しもじって、大爆笑というようなブランドで、これを和歌山のニッターが集まって、過去今5年でしたっけ、はい、いろんな製品を作ってやらせていただいて企画になるんです。で今回も後ほどもしよかったらブースの方を見ていただきたいんですけども、全部デザインの型は同じなんですけど、各社自分の得意な編み機得意な、染め方をして、生地を作ってるんで、同じ型の T シャツで、こんなに違うんだっていうのをぜひ楽しんで見ていただけたらなと思います。はい、
今日もですねブースの方にT シャツとスウェットがありまして、で毎回テーマがありまして、黒い T シャツですとかグレーのスウェットですとか毎回、テーマがあって、でデザイン全く一緒で、各社のニッターさんの得意な生地、先行所さんの、作った、生地、それぞれの生地を同じデザインの上に載せて、その違いとか奥行きを感じてもらおうっていう、そういう企画になります。で和歌山には、40社を超えるニッターさんがあって、日本の生産日本製の T シャツとかスウェットの生地の、40% 以上を和歌山で作られてますので、ぜひそのこともちょっと覚えてもらえたらなと思っております。はい、で今回の和歌山大爆笑のテーマがですね、未来の糸というテーマになっておりまして、2本の糸を使って今回は企画をしております。で一つが、こちらにありますブリュードプロテインファイバーという全く新しい糸を使っております。でもう1本ちょっと今日はこのトークイベントではこちらの話をメインになりますけれども、サイクルコットという、リサイクルコットンのものすごい高品質に、できるという、それも新しい技術を使ったそのどちらかの糸を使って、各社黒い T シャツと黒いスウェットに落とし込んでおります。じゃあこのブリュードプロテインファイバーについてこれ何なのかというところをちょっと、掘り下げていきたいと思います。これ粉が映っておりますけれども、はい、ちょっとどんな感じ、ちょっと順番に、追っていきたいと、これ、じゃあまずブリュードプロテインって何っていうところからちょっとじゃあ鈴木さん説明いただければと思います。はい、プロテインっていうのは、皆さんよく、食品とか、コスメで聞くようないわゆるタンパク質のことを指しておりまして、プロテインっていうのはすべて、例えば我々の髪の毛とか、肌とか爪とか、お肉とかファーとかいろんなものがタンパク質でできているんですけれども、それらはすべて20種類のアミノ酸の配列 DNA 情報でできております。その、オリジナルの配列を僕たちは自分たちでカスタマイズして、オリジナル配列を作って、それを微生物に取り込んで微生物にタンパク質を作らせるということをやっております。でそれを繊維にして糸にしてっていうふうに、しておりまして、これまでにない新しい素材作りをしております。でそれがブリュードプロテインです。なんかちょっと聞いたところによると、ビールとかそういうちょっと発酵食品とかそういうようなものとちょっと近いみたいなことも聞いたことあるんですけれども。はい、はい、おっしゃる通りです。ビール工場に行くと大きい銀色のタンクがあって、そこに酵母という微生物が麦を食べて発酵生産のプロセスでビールを作りますけれども、我々の場合もほとんど同じような工程でして、大きいタンクに、酵母ではないんですけれどもある微生物を入れてあげて、そこに、シュガーを食べさせて、糖ですね、食べさせて、で発酵生産のプロセスで、ビールではなくてタンパク質を作らせて、それだけを取り除いて、乾燥させると先ほどの粉のような状態で生成できます。この状態、はいはい、これじゃあこの後粉ができて、その後のプロセスもちょっと教えていただけますか。はい、はい、この粉を一度溶かして、ノズルから押し出します。シャワーヘッドみたいなたくさんの穴が開いているところから押し出して固めて、繊維を左から2番目の写真のように作ってあげます。でそれを、切ってあげると綿のようにふわふわになるので、非常に細い繊維なのでふわふわの綿になります。でそれを、紡いで生地にして、生地にするのははい、皆さんにお願いしてるんですけれども、はい、そういったプロセスで、ものができております。はい、このプロテインの、ブリュードプロテインファイバーという繊維なんですけれども、遺伝子を設計することができることによって、あらゆる特性を持った素材ができるというふうに聞いたんですけれども、スパイバーっていう会社名もあると思うんですけども、ちょっとその辺も経緯をちょっと簡単にスパイバーは、スパイダーとファイバーをもじって作った造語で会社名にしております。で、うちの創業のメンバーが、
学生時代の飲み会で地球最強の昆虫は何だろうっていうようなお話で盛り上がったそうです。でその時にスズメバチであろうという結論が出ようとした時に、ちょっと待てよと、スズメバチをも捕獲するクモってもっと強いんじゃないかっていうような話で盛り上がったそうです。で、そもそもクモって昆虫ではない8本足があって、あいつらは一体何なんだろうということで、持ち帰って研究を始めたところ、非常にタフネスがあると、柔軟で強靭であるという夢の素材であるっていうようなことが本に書いてあったというふうに、調査して分かって、で実際にクモ糸を、人工的に作ろうとしたプロジェクトがこれまでにあったそうで、例えば NASA とか米軍がそういったことにトライしてるんですけれども、やっぱりそれを作るのは難しいということで、頓挫していたと。じゃあ俺たちがそれを作ってやろうということで始めたのがスパイバーです。でクモの糸を再現しようと思って研究を重ねて、その遺伝子を研究されて、で、そこのデザインができるようになって今につながってくるということですよね。そうですね。はい。別にブリュードプロテインがクモの糸みたいな糸っていうわけではないけれども、はい、会社としてはそういう形でスタートしたということでよかったですよね。はい。で、これを糸にすることによって、全く新しい素材を今回生地にして洋服にしたということで、椋大さん、今回この新しい素材に挑戦してみて、その生地の特性だったり、編むプロセスについてどうだったかっていうのをぜひ聞きたいんですけれども。そうですね、今回このお話いただいた時に、うちではあまり扱ったことないやっぱり糸だったので、最初にちょっと別の生地で編んだものとか見せてもらってると、やっぱり光沢感がすごいある生地なんだろうなというのは思っていたので、うちで編んだものに関してはどちらかというとその光沢感を生かした、生地に上がるように、ちょっと今回仕上げたんですけど、でも実際に蓋を開けてみると、例えばうち以外の会社さんがやってみたのでは光沢感よりはちょっとカジュアルめに、上がっているものもあれば、糸の特性としてどちらの面もすごく出てくるような新しい糸なのかなというのも思いましたし、自分たちで編んだものとやっぱり人の他のニッターさんが編むのでここまで違いが出るっていうのも本当に興味深いところだなとは思いました。本当に今回製品にすることも今までなかなかない新しい素材なので、ニッターさんも選考所さんも、結構初めてのチャレンジが非常に多くて、でこの素材ってどういうレシピが一番うまくいくんだろうっていうのを結構研究しながら挑戦されたかと思うんですけれども、どこが一番難しかったですか？そうですね、やっぱりうちは最初、どっちの路線でいくか、やっぱり綺麗になるんだったらちょっとハイゲージ、針の細いもので編んで綺麗な目の細かいものを編もうかなっていうのもありましたし、でも他の会社さんにちらっと聞く限りではもうちょっと太い番手でしっかりしたものも編めるっていう、両方その特性っていうのはあるかなと思ってたんで、最初の方向性決めるところが多分一番悩みはしました。なんとなくウールだったらこういう特徴があるよねとか、カシミヤだったらコットンだったらこうっていうふうにもう皆さんプロなんで分かられてるけれども、そのプロの皆さんがどういう素材なんだろうといろいろ考えながらやったっていうことですよね。で鈴木さん、ちょっとこれブリュードプロテインの糸の特徴っていうのは、どんなものになるんでしょうか？はい、カテゴリーでいうとプロテインですので、既存の素材でいうとカシミヤやシルクやウールやアルパカ、モヘア、そういったものに、カテゴライズされます。なので、化学繊維、ポリエステルとかアクリルとかナイロンとかそういったものが化学繊維で、普段和歌山の方たちが使っているのはコットンだったり、そういうセルロース系のものが多いです。
なので化学繊維やセルロース系のものと比べるとやっぱりこうプロテインっていう既存の、素材にどちらかというと近しい素材かなというふうに考えております。まだこれに近いっていう言い方はできるけど、これと同じですでもないし、はい、で機能性もまだ本当に生まれたばかりなので、どういう機能性があるのかっていうのも証明もこれからしていくっていうふうに聞いてるんですけど。そうですね、はい、本当にまだ量産立ち上げてまだ1年2年なので、世の中に浸透していなくて皆さんがご存じないのもそういった背景なんですけれども、まずこう食材ができました、ただ、料理人がまだいませんっていうのの最初の料理人が和歌山の皆さんであるっていうような、そういう位置づけです。はい。まあ、じゃあ実際それを、どういう特徴、どういうメリットがあるのか、これ今もそこも探りながら、作られている意図であるけれども、多くのこのアパレルの関係者がこの繊維にすごく注目しているっていうのは、まあ、未来を変える可能性がこうあるからだというふうに言われてるんですけれども、まあ、これによってですね、未来がどう変わるのかっていうのもちょっとぜひ聞きたいなと思います。はい、まあ、一つは、素材のバリエーションが増えるということで、まあ、我々が DNA の設計図を描くことができるので、それに伴って、素材ができます。目的の素材が欲しければ目的の DNA 情報を設計してあげて、それを微生物に作ってもらうという、そういう意味で素材のバリエーションが増えるっていうのが一つで、もう一つは、ですね、我々の原料が先ほど申し上げた通りシュガーから糖からできているというふうに申し上げたんですけれども、実際に、コットンとかリネンとかセルロースでできているものって、加水分解すると糖に分解できるんです。そうすると、それが餌にブルードプロテインの微生物の餌になるっていうことが言えます。ってなると、例えば今皆さんが着ているコットンの T シャツなんかが、捨てられる時に全部分解しちゃって、それをシュガーにしてブルードプロテインの原料にするっていうような、その、T シャツから T シャツ、服から服へのサイクルができるっていう未来が待っております。これを餌にできるっていう。はい。でまた繊維が作れるっていう。はい。それはもちろん服だけではなくて、はい、今捨てられているような、例えば、パルプですとか、まあ、紙とか、いろんなものがセルロースでできているので、はい、まあ、ゴミとして捨てられているものが資源になりうる可能性があるという、そういう未来の素材です。まあ、アパレル業界というのはその石油産業の次に環境負荷が高い産業っていうふうにまあ言われてまして、例えばまあじゃあデニム1本作るのにコットン栽培から換算すると、まあ、雨水は除いて、まあ、もちろんそのコットンを育てている地域にもよるんですけれども、まあ、4000リットルとか6000リットルとか水をこう1本作るのに使うって言われてたりとか、非常に環境負荷が高い産業と言われてるんですけども、まあ、そういう面でも非常に優れているというふうに聞いておりますが、ちょっとその辺も。はい、そうですね、実際にブリュードプロテインが 1kg できるのにあたって、どれだけの例えば温室効果ガスの排出量、水の使用量、土地の使用量が、必要なのかっていうのは実際に、算出をしておりまして、まあ、ちょっと今カシミヤとの比較のデータしかないんですけれども、対カシミヤと比べると、まあ、80% から 90% いろんな環境負荷が低減できるということが、データとして算出されております。まあ、土地も全然使わなかったりとか、はい、そういうことですよね。はい、はい。まあ、本当にこれが普及したらいろいろなことが変わっていくんだろうなという未来が想像できます。ただ、今回ミックさんがブリュードプロテイン作られている商品 T シャツおいくらでしたっけ？ちょっとはい、税込み3万250円です。スウェットだとおいくらでしたっけ？6万円。6万円ですね。めちゃくちゃまだね価格が本当にこう未来の商品だ。これもうちょっと価格は下がるというか、はい、もちろんです、はい、生産量が上がれば価格はぐっと下がる見通しなので、まあ、一方で生産量を上げるためには今こう需要をある程度積み上げないと生産量を拡大できないっていう、まあ、そういう
パラドックスの中にいるわけなんですけれども、誰かが今ここで使っていただかないと、はい、我々のプロジェクトも頓挫してしまいますので、こういった料理人の方たちに出会えて本当に良かったなと思っておりますし、実際に皆さんが手に取って購入していただくことでその価格が下がることや普及にへの一歩につながるので、ぜひ手に取っていただきたいなというふうに思います。ちょっと杢代さん、最後和歌山のニッターとしてこういう新しい繊維にチャレンジして、でこうアパレルの未来をこうどう作っていきたいかとかっていうところもちょっと伺えればと思うんですけれども。はい、実は私は、この業界に入ったのがまだ3年前でして、でその前は全然違う業種にいたんです。ですので、今回の新しい繊維もそうですし、入ってから本当3年間新しいことの、本当に、毎日新しいことを見つけるような日々でした。で、その中で、思ったのがやっぱりそうですね、僕みたいな人間も和歌山がニットの産地っていう、一番有名な産地っていうのを知らなかったので、その時私が知らない業界にいた頃でもこうなんかニットって和歌山有名なんだなって少しでも、今のそういう状況の人に伝わればなっていうのは、思いながら今日々仕事をしているところです。で、幸いにも今和歌山のニッターは、横のつながりもこう非常に強くて、こういうことができる会社さんいませんかっていう話をしたら、非常にこう協力的な会社さんが多いので、そういったところでこう自社の強みを生かしながら今後和歌山のニットの産地としての、ますますの発展に、ぜひ貢献していけたらなとは思っております。はい、ちょっとこの T シャツ今回そのコードレーンスムースという組織でミックさんの得意なテキスタイルというふうにちょっとこれも教えて T シャツの魅力もちょっと最後教えてもらえますか。一応今回の、T シャツに関してはコードレーンスムースって言って縦に目が分かれるスムースを編んで、商品にさせてもらいました。で、スパイバーの糸と、あともう一つはちょっと夏場に着るもんなんで少しでも冷たい方がいいのでナイロン素材と、組み合わせて使ってるんですけども、本当にうちのはそういうコードレーンスムースですし、他の会社さんのですとまた他の天竺っていった組織さまざまな組織で今回 T シャツを作っておりますので、ぜひブースに足を運んでいただいて実際に手に取って、触ってみていただけると幸いです。はい、ありがとうございます。あちらの奥でですね右手の方にちょっとブース出しておりますので、ぜひ製品の方も見ていただければと思うんですけれども、本当に新しい素材と和歌山のですねすごいテクニックだったり古い編み機を改造されたりとかっていうその技術力で、出来上がった製品で日本の T シャツとかスウェットとかそういう生地の、発展のためにですね新しい挑戦をこう今も続けてくださっているというふうに感じるこう意義深い大変意義ある製品がいっぱい今回も並んでいると思います。ぜひちょっと見てっていただければと思います。またちょっと質問などせっかくなので皆さんからお受けもしたいなと思っておりますが何かある方ちょっと本当ですか。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。お話を今聞かせてもらっていて、ブリュードプロテインという素材が、大阪・関西万博のテーマ、命輝く未来社会のデザインというのにすごく合っている素材だなと思いました。それで、すごく、シンプルに着心地ってどうなんですかね。今日着られてたりして実際今まで製品になったことがない素材だとお伺いしたので、着られてみてちょっと今着心地だとかそういうのが伺えたらなと思います。はい、今のところ本当非常になんていうんですか、さらっとしてて非常に着やすいかなと思いますし、他の生地を着られている会社さんもあるので、皆さん本当に今回の生地には満足されていると思います。編集長の方は本当に何ていうんですかね新田さんからしたら、本当に初めてのチャレンジの新田さんも多くてですね
これをどうやったら洋服として見栄えがするものになったりと着心地よくできたりするのかっていうのを、本当に各社いろいろ考えられて、でそこのなんか考える余地がこう初めての素材なので、非常にもう研究し尽くされてる素材と違ってあるなと。でちょっとこう染色した時に少しちょっと詰まる生地が詰まって、ちょっと向台さんも先ほどおっしゃってましたけど、ちょっと硬くなったりとかする特性を面白いと思って、生かされてるニットさんもあれば、すごい、今回繊維径が細いカシミヤぐらい細い糸だったので、それを生かしてこの柔らかい風合いっていうのをなるべく最後まで服にした時にも残してやりたいっていう風に作られたニッターさんもいて、そこは本当にそれぞれのニッターさんの解釈で、この素材をどういう風に捉えるかっていうのが非常にこう出て面白かったんじゃないかなと、僕はちょっといろいろお話を聞いてて思いました。ブリュードプロテインっていう同じ素材でもニッターさんによってかなり幅があるというか、表現が出てきているっていうようなところ。はい、はい、そうですね。今回多分、5社さんかな、5社さんがブリュードプロテイン使ってるんですけど、本当に5枚とも違う味が出てると思いますので、ぜひ確かめてほしいなと思います。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、他に何か質問のある方とかございましたでしょうか。大丈夫。はい。ありますか。私から質問してもいいんですか。今日は皆さん黒に染めていらっしゃいましたけど、色ももちろんいろんな色に染めたりもできるんでしょうね。で色によってまた素材の感触って違ってくるものですか。色の染め方とかによってもまたどうですか。感触とか糸の感じとかって違ってきたりするんですか。向台さん答えられますか。ちょっとこれ選考所さんではないので、色によって。あ、そうか、ニッターさんですもんね。そうか、ごめんなさい。藤坊の伊藤さんがいれば答えられるかもしれないけど失礼しました。他に質問ありませんでしょうか。でもあれですよね。いろんな色には染められますし、あと結構黒が濃く出るかとか、色がこう浅くなりやすい素材とか、ちゃんと深い黒が出るとか、そういうのは本当に選考所さんのノウハウだったりするので、そこも初めての素材は非常に試行錯誤したっていうのは聞きました。はい。はい。他ちょっと言い足りないことありますか。大爆笑を最後じゃあかっさらってください。とんでもないこと言いますね。とんでもないこと言います。すいません、ありがとうございます。ごめんなさい。今回こういう企画に参加させていただいたことが本当に光栄なことだと思いますので、またちょっと和歌山のニット訴求を、頑張っていけたらと思うんで、ぜひ今後もご協力お願いします。よろしくお願いします。すみません、ありがとうございました。皆さん、ちょっとこれでお時間来ましたので、はい、ぜひ和歌山のニットっていうのをちょっと覚えていただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ということでとっても興味深いお話を和歌山大爆笑の皆さんによりますトークショーという形で皆さんにお聞きいただきました。ブースがございまして、お話の中にもありましたけれども、5社から出てる黒の、T シャツあるいはスウェットというものを展示してありますので、その違いをぜひ確かめて、ご覧になっていただければと思います。全部で11社の、製品があるということでございますので、糸もぜひ本物を見ていただきたいですね。なんか本当に細くて、その糸を紡いで、この T シャツになっているということですので、なんか本当に、繭から出てきた蚕から出てきた絹のような糸が展示してありますので、ぜひご覧になってみてください。もう一度ご紹介いたしましょう。鈴木様、本田様、そして向大さんの、3人によりますトークショーでした。ありがとうございました。
勝以上